ご視聴ありがとうございます。KK です。今回の動画ではユリの描き方について私なりに説明していきたいと思います。ユリの花の形は楕円形に三角形をつけたラッパ型を基本に考えます。花びらに見えるものが6枚ありますが、外側の3枚は萼で内側の3枚が花びらだそうです。今回はすべて花びらと呼びますが、まず内側の花びらから描いていきましょう。ラッパの形の根元の部分から花びらが出ていることをイメージして、まず線を描きます。真ん中の花びらは花びらの反り返った部分が見えないので、中央が膨らんだ四角形のような形になります。左右の花びらは描いたラインを囲うように花びらの形を描きましょう。花びらは外側に反り返ったような形になります。外側の花びらもラッパの根元の部分から出ているようにまずラインを描きます。手前の花びらは花びらの先端の部分が見えているので、その部分を膨らんだ三角形のような形で描きます。残りの左右の花びらは描いたラインに合わせて花びらを描いていきます。どの花びらもラッパの根元の部分から楕円形の円周に向かって広がっていくように描いていきましょう。めしべの先端は3つの丸を合わせたような三角形になっています。おしべは6本、先端に細長い矢というものがついています。それを描いて出来上がりです。もう少し横の方向から見たユリの花を描いていきたいと思います。最初に描く楕円形を先ほどよりも平べったく描きます。ラッパの根元の部分から出ているようにラインを描くのは同じです。楕円形に合わせて描くので、花びらは先ほどよりも細くなります。手前の花びらも楕円形に合わせて縦の部分が短くなります。残りの花びらも描いたラインや楕円形の円周を意識して描いていきましょう。6枚の花びらがラッパの根元の部分から広がっていることをイメージして描くと良いと思います。おしべ、めしべの描き方は先ほどと同じです。つぼみは中央よりも先端に近い方を膨らましたひし形をイメージして描いています。外側のラインに合わせて内側にラインを2本描いて出来上がりです。今回のユリの葉っぱは細長く筋があるように描いてみました。ユリはたくさん種類があり、花の形、つぼみの形、葉っぱの形も千差万別だそうです。今回は鉄砲ユリをイメージして描いてみました。それでは作品を作っていきたいと思います。先ほど説明した2つの花と1つのつぼみを組み合わせて描いていきます。今回は少し下向きに咲いているユリの花を描いてみました。花の向きや数などを変えるといろいろな作品ができると思います。今回花びらには4色を使って描いています。平筆の18番を使っていますが、絵のサイズに合わせて違うサイズの筆を使っていくと良いと思います。筆を水に濡らし、よく水分を取ってからトリプルローディングで描いていきます。ホワイトを少なめに、アンティークホワイトを多めに取り、筆になじませていきます。
そしてサンブライトイエローをコーナーに少し取り筆になじませます。足りないなと思う色を筆につけ、さらになじませていきます。最初にこの作業を丁寧にすることで花びらのグラデーションがきれいに出るように思います。まず下になっている花びらから描いていきます。ラッパの根元から広がっている花びらをイメージして描いていきます。途中少し筆を押し、最後は立てるようにして抜いていきましょう。花びらの逆側も花びらが反っていることをイメージして描いていきます。花びらの色が薄く感じるときはもう一度上から重ねると良いと思います。逆側の花びらも同じように描いていきましょう。奥の花びらは先端が見えないので、花びらの先から中央に向かって描いていきます。花びらの中央の部分に黄色いラインができるようにストロークしていきます。筆の角度を変えると筆の幅が狭くなるのですが、描きづらい場合は筆のサイズを変えると良いと思います。次に上になっている内側の花びらを描いていきます。同じように根元から広がっているように描いていきましょう。花びらの中央に黄色いラインができるような感じに仕上がると良いと思います。花びらの色を濃くしたい場合はストロークを重ねましょう。手前の花びらを描く前にラッパの根元の部分を塗っておきます。手前の花びらは1回目のストロークの時に花びらの輪郭を描くように筆を動かします。2回目のストロークでは中央に黄色いラインが残るように筆を動かしています。筆を回転させずにそのまま抜いている感じです。もう少し横の方から見たユリは平筆の14番を使って描いていきました。下の方になっている外側の花びらから描いていきます。先ほどと同じように中央に黄色いラインが残るようにストロークしていきます。手前の花びらは1回目のストロークで輪郭を描くように筆を少し回転させながらストロークしていきます。2回目のストロークで中央に黄色いラインが残るように縦にスッと抜くようにストロークしてみましょう。奥の花びらは花びらの先が翻っているので、その部分から中央に向かってストロークしていきます。花びらの中央に黄色いラインが残るようにストロークしていきましょう。残
残りの2枚の花びらも同じようにストロークしていきましょう。つぼみもトリプルローディングで描いていきます。外側に白が来るようにストロークしています。内側も外側のラインに合わせるようにストロークしていきましょう。中央の塗り残した部分も同じ方向に筆を動かして塗っていきましょう。花の根元の部分の色が薄いと思ったので、もう一度色を重ねているところです。茎はセミノールグリーンとチタニウムホワイトを筆でミックスして描いていきました。葉はセミノールグリーンとチタニウムホワイトのダブルローディングです。ストロークの途中で筆を少し押し、スッと抜くように筆を動かしましょう。そのストロークの繰り返しです。花の影をサイドローディングで入れていきます。つぼみや花の根元の部分に影を入れていきましょう。また花の開いた口の部分にも入れていきます。また花びらをはっきりさせたい場合は、花びらの外側の部分に影を入れても良いと思います。つぼみの筋の部分にも影を入れてみました。花びらの中央の部分にチタニウムホワイトでラインを入れました。おしべ、めしべを描くところを取り損なってしまったので、別に描いた百合の花で紹介します。めしべはホワイトやイエローを筆でミックスして描いています。めしべの先端には丸を3つ合わせたような三角形にしています。おしべは6本、OJ というオレンジ色とブラックチェリーを筆でミックスして丸筆で描いています。今回はおしべ、めしべの部分をもう一度取り直すことによって2つの作品が出来上がりました。花やつぼみの数を変えていろいろと楽しむことができると思います。最後までご視聴ありがとうございました。何かの参考になればと思います。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄で伝えていただけると嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。